こんにちは、まいです。今回はミニマリストやっててよかった気持ちがいい瞬間6選をご紹介していこうと思います。ミニマリズムを取り入れるとお部屋がすっきりしたり家事が楽になったりはするけれど、なんだか殺風景で楽しいことがなさそうと思う方もいるかもしれません。しかし私はミニマリズムを暮らしに取り入れるようになってから、日常の中でふと心が躍るような瞬間が増えました。そこでミニマリストだからこそ味わえる暮らしの中の気持ちがいい瞬間をご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。気持ちがいい瞬間1つ目は、不要なものを見つけた時です。ミニマリストを目指して家中を整理し始めると、最初のうちは不要なものがたくさん見つかっていきます。いざ片付けを始めてみると、ゴミ袋がいくつも必要になるほどの量に驚くこともありました。家の中がすっきりしていくと、その爽快感とともにミニマリズムを実践してよかったと感じることができます。しかし、ある程度物が片付いてくると、自然と一度に大量のものを手放す機会は少なくなります。不要なものが減っていくのは良いことですが、以前のような大量のものを手放した時の爽快感も得ることが難しくなっていきます。とは言っても、日々の生活を続けていれば自然に不要なものが出てきます。そしてここで一つ問題が発生します。これらの自然と生まれる不要なものは、意識して探さないとなかなかその存在に気がつくことができないというところです。そのため、定期的に家全体の整理整頓をするようにしているのですが、ふと見渡すと、これもう使っていないかもと思うものが発掘されることがあります。この不要なものを見つけ出した瞬間こそ、私にとって気持ちがいい瞬間なんです。不要なものがすぐに見つかっていた以前と違い、今では見つけにくくなったことで、宝探しのような楽しい感覚に変わりました。こんなところにあったんだと発見した時の喜びも格別です。この宝探しはお部屋も心もすっきりさせてくれるとともに、達成感や充実感を感じることができ、とてもポジティブな気持ちにさせてくれます。そのため、定期的に家中を見直して物を整理することは、私にとって心のリフレッシュにもつながるようになりました。気持ちがいい瞬間2つ目は、代用兼用できるアイデアが浮かんだ時です。物を代用兼用することができれば、その分物を減らすことができます。さらに物を手放してもできることは変わらないため、これこそ理想的なものの減らし方だと思っています。例えば私の家では、バススポンジでお風呂場だけでなく洗面台も洗ったり、キッチンペーパーをティッシュペーパーとして使っていたりと、代用兼用しているものがいくつかあります。バススポンジを洗面所の掃除に利用してもきれいにすることはできますし、キッチンペーパーも安くて柔らかいタイプを使っているので、ティッシュペーパーとして使っていて問題を感じたことはありません。しかし今まではバススポンジと言われたらお風呂場専用だと認識し、これをお風呂以外でも使えるかななんていう発想はしたことがありませんでした。家の中だけでもこのような先入観から物の使用用途を狭めてしまっているものがたくさんあるのではないかと感じています。そのため、代用兼用できるアイデアを思いつくには、自分の先入観を壊していく必要があります。先入観にとらわれず、自由な発想で代用兼用できるアイデアが浮かんだときは、まるで難しい問題が解けた時のような爽快感があります。
ボディーソープでお風呂場を洗ってみるのように一般常識から外れた使い方でも試してみると意外にも暮らしにマッチすることがあります。このように日常の中で少し視点を変えてみると暮らしの中に隠れた楽しさや工夫が見つかるかもしれません。気持ちがいい瞬間3つ目はすっきりとした部屋を見た時です。すっきりと片付いたお部屋を見ると安心感や心地よさを感じます。きちんと整理された空間は気持ちを軽やかにしてくれるものです。私にとってこの感覚がミニマリズムを実践する中で得られた大きな喜びの一つでもあり、これこそがミニマリズムの醍醐味なんじゃないかと感じています。以前の私は身の回りのものが多すぎたことと片付けが苦手だったことから散らかしっぱなしの部屋を見てげんなりしたり、朝はクローゼットの前は洋服やバッグが散乱したまま家を出てしまう日々でした。それが今では物が少ないので片付けはすぐに終わり、コーディネートにも悩まなくなったため、クローゼットの服が散乱することもなくなりました。外出から帰ってきた時、すっきりとしたお部屋を見るのはとても気持ちがいいものです。仕事で忙しい日々が続いていたり、旅行などの慣れない環境で過ごすことで心身ともに疲弊してしまうことがあります。そんな疲れ切った状態で家に帰ってきた時には、整理された部屋を見るだけで帰ってきたなぁと心が落ち着き、ほっと安心します。物が多くて気が散るという感覚や片付けなきゃと考えてしまう視覚的なストレスがなくなり、疲れた心が自然と休まるので、家に帰ってくるとリセットされるような気持ちにもなれます。今までのように帰ってきてからいやいや片付けることもなくなったので、体も休まります。気持ちがいい瞬間4つ目は隅々まで掃除ができた時です。ミニマリズムを実践していて何より嬉しい変化だと感じたのは、掃除がすぐに終わることです。物が少ないと持ち上げる、どかす、戻すなどの手間が減り、掃除がスムーズに進んでいきます。特にテーブルや棚の上に物が少ないと、さっと拭くだけで終わるので、気軽に取り掛かることができます。物が少ない空間だと、掃除を始めるのに構える必要がないので、ついで掃除を習慣にも取り入れやすくなりました。さらに物を減らしたことで掃除がすぐに終わるようになったため、普段はやらないようなちょっと手間がかかる掃除もやってみようと思えるようにもなりました。例えば窓を掃除するついでにサッシもやろうかなとなったり、テーブルを拭くついでに他の棚の上も拭いていこうとなったりします。このように掃除をする、すぐに終わる、ついでに他も掃除をする、さらにお部屋がきれいになるという良い流れが生まれます。私はこの部屋を隅々まで掃除できているという感覚がとても気持ちよく感じます。とは言っても、あくまで私の中では部屋を隅々まで掃除できているという感覚なので、本当に家中が完璧に掃除できているわけではないと思います。ただ、この感覚自体は次の掃除のモチベーションにもつながっていきます。掃除は大掃除を1回するよりも日頃から小さく続けることが重要だと私は思っているので、この感覚を大事にしながらこれからも精進していきたいと思います。気持ちがいい瞬間5つ目は、これだと思えるものに出会えた時です。
生活にミニマリズムを取り入れるとき、物を減らすだけではなく、本当に自分に必要なものは何か、自分の生活にフィットするものは何かを深く考えるようになりました。その結果、日々の買い物や選択が単なる所有欲を満たすためのものではなく、自分にとっての特別な出会いを求めるものに変わりました。持つものを厳選しているからこそ、簡単には妥協できません。何度も手に取っては考え直し、ようやくこれだと思えるものに巡り合えます。そのプロセスには手間もかかり、時には見つけるまで長い時間を費やすこともありますが、だからこそこれが自分にとっての特別な一つだと感じられたものに出会えた瞬間は感動すら覚えます。特に一つのアイテムが多用途に使え、日々の生活に幅広く活躍してくれるものに出会えたとき、その喜びはひとしおです。一つ一つ物を吟味して選択していくことは大変なことではありますが、そこは物が少ないからこそできるのではないかと思っています。ミニマリズムはたくさんのものを持つことの豊かさとは異なり、一つ一つが特別であるという豊かさに気づかせてくれました。気持ちがいい瞬間6つ目は、荷造りがすぐに終わった時です。旅行の計画を立てながら行きたい場所をリストアップしたり、何を食べようかと考えている時間はとてもワクワクします。一方で、パッキングはめんどくさいというちょっと億劫な気持ちが湧き上がります。何を持っていけばよいか迷い、あれもこれも必要だと欲張ってしまうと、気づけば荷物が増えてしまいます。パンパンな荷物を抱えながら、まだ何か忘れているのではという不安を考えたまま家を出る。案の定、本当に必要なものを忘れていることに気づき、旅先で絶望することもありました。それも今ではパッキングが驚くほどスムーズに、そして気持ちよく終わるようになったのです。明日から旅行なのに全く準備していなかった時も、いざ夜に荷造りを始めてみればあっという間に終わって、あれもう終わりとなったこともありました。引っ越しの時も同様で、ミニマリストになってからは2回の引っ越しを経験していますが、以前とは比べ物にならないほど荷造りも荷ほどきも早く終わるようになりました。この荷造りがすぐに終わった時に、ミニマリストでよかったと心から思うことができます。1泊2日の旅行であれば荷物の軽さにも驚きます。荷物が軽いと旅先での疲労も軽減されて、旅行を思う存分楽しむことができます。1泊2日の旅行でバッグとスーツケースを持ってヒーヒー言っていた私としては大進歩です。しかし最近は子供の荷物がプラスされたことで、だいぶリュックが重くなってしまったので、いろいろと考える必要がありそうです。はい、以上がミニマリストやっててよかった気持ちがいい瞬間6選でした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。